どこにでもいるアリ。アリって食えるのか？おいしいのかな？お答えしよう。アリは成虫も幼虫も食べられます。成虫は酸っぱくて、幼虫やさなぎはクリーミーで甘みがあります。子供の頃にふざけて庭にいたクロアリを食べたのが最初で、経験してからは成虫はラオスとオーストラリアで、幼虫とさなぎはラオスをはじめタイやカンボジアでよく食べました。タイではかつてツムギアリの成虫の酸っぱさをトムヤムクンの酸味漬けに使っていたそうです。幼虫はスープに入れたり、オムレツの具として使うことが多いです。アリの幼虫は日本の蜂の子料理のように佃煮にしたりご飯と一緒に炊いても美味しいと思います。オーストラリアでライムの味がすると勧められて生きたままのアリを食べたことがあります。かなり凶暴で捕まえようとすると噛む仕草を見せるアリで、アリに噛まれる前に噛めと注意されました。頭の部分をつまんで緑色のお尻の部分だけを食べましたが、ただ酸っぱいだけでライムの味なんかしませんでした。アリの成虫や幼虫が入ったチキンスープを食べました。鶏の出汁が効いたスープに成虫の酸っぱい味と幼虫の甘みが絶妙にマッチしていました。成虫の食感はもしょもしょしていてあまりいただけませんが、幼虫は食感も良く、とても美味です。大体のアリは酸っぱいはずです。偽酸が体液に含まれているためなんです。珍しいアリとして、腹に仲間が集めた蜜を貯める蜜壺アリがいます。多分、蜜壺アリの腹を食べたら甘くて美味しいでしょう。赤トンボとはどんなトンボなのか。それはトンボ目トンボ科アカネ属というグループに含まれているトンボのことなんです。一般的に皆さんが赤トンボだと思っているトンボはアカネ属に属している夏アカネ、秋アカネと言います。頭の先から尾っぽの先まで真っ赤になっているアカネ属ではないトンボ、シ状トンボがいます。厳密には赤トンボではないんです。とはいえ、これほど鮮やかな赤トンボは、この種類以上のものはいないでしょう。北海道から九州とかなり広い地域に生息しております。アルパカは強烈な唾を吐きます。アルパカはあんなに可愛らしい顔をしていますが、恐怖を感じた際や威嚇をする際に唾を吐きます。そしてその唾がなんと強烈に臭いのです。もう言うなればそこら辺の不潔なおじさんの唾かそれ以上に臭いのです。そう考えるとアルパカはちょっと気持ち悪いですよね。しかしよーく考えてみてください。アルパカは基本的に力が弱く攻撃力がありません。そんな彼らが身を守る唯一の手段がこの臭い唾を吐くという手段なのです。そう考えると臭い唾でも多少は許せるのではないでしょうか。もし彼女と歩いている最中に路中でおじさんが唾を吐いていたらこんな風に言ってあげましょう。わあ、アルパカみたいだね。
きっと場の空気が和むでしょう。彼女がアルパカに唾を吐かれたら、笑顔で彼女に言ってあげましょう。その唾を嗅いでみてよ。おじさんの唾の匂いがするよ。マガモとアイガモの違いは、マガモとアイガモは生物学的分類では同じ種の鳥とされていますが、アイガモは野生のマガモとアヒルの交雑交配種であるという違いがあります。どちらも食用肉として利用されていますが、よりアヒルに近いアイガモの肉の方がマガモよりも赤身の癖が少ない、脂身が多いといった違いがあります。また、アイガモはマガモと比べると繁殖力が低くて成長に時間がかかる愛玩動物にされることがある。アイガモ農法、雑草除去の有機農法で利用されるといった違いもあります。クモはコーヒーで酔っ払ってしまいます。この現象はアメリカ人のピーター・ウィット氏が偶然に発見したそうです。ウィット氏は特にクモの生態に詳しい人物でもなく、クモの研究を行っている人でもないため、コーヒーを飲ませたのも偶然だったようです。そして、クモがコーヒーを飲むと酔っ払うという情報を耳にしたクモの研究機関が早速実験を行いました。実験では、クモに一滴だけコーヒーを垂らして飲ませるというもので、コーヒーを飲ませたクモの観察を続けると、形が崩れたクモの巣を作ったそうです。クモは目の前に水分があると、それを飲み込む習性があることから、簡単にコーヒーを飲ませる実験を行うことができるのです。クモのほとんどは液中です。クモはその見た目の不気味さから害虫だと思われてしまい、駆除されることが多いのですが、実際には人間に攻撃をしたり、害をもたらすクモは少なく、ほとんどは人間にとって益虫なのです。なぜなら、餌となる虫は人間に害をもたらす害虫が多いからなんです。彼岸花は天界に咲く花。彼岸花は彼岸花か彼岸花属の多年草で、秋のお彼岸の時期に田んぼのあぜ道や土手、墓地などに生える、今でこそ日本の秋の原風景と思われているが、古い時代に中国から帰化したとされています。別名の曼珠沙華。これは天界に咲く花を意味していると言います。彼岸花は1000以上の呼び名があると言われています。例えば、死人花、地獄花、幽霊花、毒花。聞いているだけでなんとなく不吉な感じの名が多いのは、墓地でよく見かけることや、アルカロイド系の毒を持っていることなどが影響していると考えられます。彼岸花には白い花もあるんです。白花曼珠沙華、別名白花彼岸花という白い花を見かけることがあります。これは彼岸花の雑種で、彼岸花と小気蘭が自然に掛け合わさったものと言われています。カタツムリはヤドカリと違って殻は体の一部です。生まれた時からついています。実はカタツムリにはオス、メス、オスでもあり、メスでもあるという3種類の性別が存在するんです。そして角出せ、槍出せ、頭出せの槍とは
オスでもあり、メスでもあるカタツムリの一部が隠し持っている恋の矢のことです。カタツムリは自家受精といって一匹で交尾して繁殖できるんです。カタツムリはコンクリートでさえ食べてしまいます。カタツムリの貝殻の部分にはカルシウムが必要で石灰岩を食べるみたいですが、都会ではコンクリートやブロック塀などを食べてカルシウムを補給するらしいです。カタツムリの歯はおろし金に似た感じで小さい歯がびっしりと並んで生えています。その数12000本もあるそうです。しかも古くなると再び生えてくるそうです。マイナス120度でも死にません。カタツムリはマイナス120度にするとカチンカチンに凍るそうです。で、解凍するとまた平気で動き出したりするそうなんです。その理由は解明されていないそうですが、体の 90% 以上が水分でできているのが関係しているのかもと言われています。カタツムリを食べてみたいと思っているそこのあなた。サイゼリアに行けばエスカルゴが格安で食べられます。リュウグウノツカイとは、深海魚といえばグロテスクだったり色が地味だったりするものが多い中、銀色の体に真っ赤なヒレ、最大11メートルとも言われる胴体を持つリュウグウノツカイは、まさにリュウグウノツカイと言うべき神秘的な姿形をしています。深海の魚なので、通常は私たちの目に触れることはほとんどありません。しかし、時折何らかの理由で浅瀬にやってきてしまうことがあって、そんな時は寝そべるようにして波打ち際を漂っているものだから、その長い体のイメージとともに蛇のように体をくねらせて泳いでいるのではないかと思われがちです。しかし、それは違うんです。深海では体をまっすぐに立てた状態で浮かんでいます。移動するときには少しだけ体を斜めにして赤い背びれ部分だけをひらひらと動かしながら移動すると考えられています。何分にも深海魚なので詳しい生態は分かっておりません。銀色の体をくねらせながら泳いでいたら、それはさぞかし華やかな光景だろうとは思いますが、リュウグウノツカイのあの巨体をまっすぐに立てたまま深海に浮かんでいるというのもまたシュールで、いかにも深海魚っぽいと言えるかもしれません。それでも浅瀬にいる時などはさすがに立ち泳ぎも無理なので、私たちが想像するような普通の泳ぎ方をしているようです。ザリガニは中国、北欧など外国では普通に食べられています。外国ではスウェーデンやフィンランドの北欧を中心に日常的に食べられているようです。また中国では2015年頃からザリガニが大ブームとなっており、アジアでもザリガニを食べる文化が定着しています。ザリガニは生命力が強く、汚れた場所でも生きられるため、その分体に寄生虫が大量に付着していることがあります。熱湯で10分茹でる必要があるのは、この寄生虫を死滅させるためで、特に肺吸虫が体に生きたまま入ると、血痰や胸の痛みのほか、命に関わることがあります。安全にザリガニを食べるために、必ず熱湯で10分茹でましょう。
キノコは何から栄養をとって成長しているのでしょうか。キノコは植物と違って日光から光合成で栄養を作ることはできません。枯葉や虫の死骸を分解することで栄養を摂取しているんです。キノコは森のお掃除屋さんというネーミングがついています。キノコは落ち葉や枯葉、虫の死骸、動物の糞などを分解して栄養を手に入れています。森のいらないものをこうして処理してくれているので、森の掃除屋さんとも呼ばれています。キノコは地面から上の部分を子実体、地面の下にいる部分を菌糸体と言います。実はキノコの本体はこの地面下の菌糸体の部分なんです。普段食べられている上の子実体はキノコの胞子を飛ばして繁殖するのに関わります。これは植物に例えると花が花粉を飛ばすことと似ているんです。美味しいキノコの選び方。キノコの傘の部分は最初は内側に丸まっていて、日が経つにつれてだんだん開いてきます。傘が完全に開ききっているものは、それだけ日にちが経って鮮度が落ちてしまっているということなんです。傘が開きすぎずに少し丸まっているものを選ぶと、一番鮮度が良く美味しいキノコをいただくことができます。キノコを美味しく食べるには洗いすぎないことがポイントなんです。洗ってしまうと水っぽくなったり、香りが弱くなったりして美味しさが半減してしまいます。キノコには農薬なども基本的に使われていないので、最低限周りについた土などを落としてあげれば美味しく食べられます。愛くるしく見えるイルカちゃん。本当はイルカはものすごい強いんです。ホウジロザメは非常に恐ろしい殺人ザメ、ジョーズのイメージがあります。実際は人間を襲うことはあまりないのですが、ホウジロザメを海の生き物で最強と考える人も多いことでしょう。しかし、ホウジロザメを殺す目撃例が一番多いのがイルカなんです。最もメジャーなバンドウイルカだと言います。バンドウイルカとホウジロザメだと、ホウジロザメの方が大きく倍以上の体重差があることもあります。それでもイルカの体当たりをまともに受けたら内臓が破裂してサメは死んでしまうんです。イルカは筋肉量など魚類のサメに比べて有利な点が多いんです。単純に体格差で強さが判断できないのは確かなんです。同じ体格ならイルカの方がサメに対してはるかに優位と考えられます。イルカがサメを捕食する可能性も考えられます。弱い生き物だから毒を持っているんです。半妙という虫がいます。別名、ヤケドムシとも言います。半妙、土半妙は有毒成分のカンタリジンを有します。分泌された毒液が皮膚に触れると水ぶくれを起こしてしまいます。毒液にやられたら水でよく洗うこと。水ぶくれになるとやけどと同じ治療をしてください。カンタリジンの人の致死量は 30mg 程度です。半妙の毒は時代劇によく出てくる毒薬として有名で、粉末数匹分の飲用で人は死に至ります。見た目がホタルに似ているものもいますから、間違って触ったりしないようにしてください。カバは赤い汗をかく。
カンガルーも赤い汗をかく。カモシカの汗は青い。ガゼルの汗は黒い。実のところを言うと、これは汗ではないんです。紫外線から身を守るために粘液を出しているんです。強い日差しから体を守るためのものなんです。カバの肉はうまいんです。カバは遺伝子的には牛に近いので味がいい。アフリカではあまり食べられる食材ではなく、珍しい食材のことです。ちなみに、象の肉は筋だらけで臭くてまずいんです。スカンクは臭いとモテます。ものすごく臭いことで有名なスカンクのおならは 1km 離れていても匂います。スカンク自身にとっては良い香りらしく、臭いほど異性にモテるそうです。臭ければそれだけ強力な武器を持っているということで魅力的なのでしょう。スカンクが出しているのは実はおならではないんです。敵に襲われた時におならをして難を逃れるスカンクの生態は有名ですが、厳密に言うとあれはおならじゃないんです。実は肛門の内側にある袋から発生されている霧で、おならとは別物なんです。匂いは4ヶ月は取れないと言われ、例えると都市ガスに近い匂いがするそうなんです。目に入ると失明もすることもあります。スカンクのおならを希釈すると松茸の匂いになるそうです。元の匂いは強烈ですが、希釈した香水として利用しているものもあります。ちなみに人糞も香水に使われているものがあります。動物の死ぬまでの鼓動の数は一緒なんです。ネズミは鼓動が速いので早く死にます。象は鼓動がゆっくりなので長生きです。哺乳類の心臓の鼓動の回数はほぼ同じで、一生のうちに20億回鼓動します。どの動物も4回の鼓動に対して1回の呼吸をします。つまり心臓の鼓動が速いほど早く死んでしまうということなんです。人間も例外ではありません。カピバラは世界で一番大きなネズミです。実はモルモットと同じテンジクネズミ科の仲間なんです。好きな食べ物はネズミなのにスイカなんです。カピバラはうんちも食べます。うんちを食べると聞くと衝撃的ですが、カピバラには自然なことなんです。カピバラの食粉はストレスによるものではなく、草から効率よく栄養を取るための食習慣の一つです。ウサギが食粉をすることと同じ理由です。午前中に食べることが多く、この時間帯のうんちには腸内で草を消化する過程でできた栄養が豊富に含まれているんです。カピバラを食べたいと思っている食通のあなた。カピバラは豚肉のような味がします。塩漬けにして食べられることもあったそうです。ちなみにアルパカの味は鶏のレバーのような風味があり、癖があります。食感は固めです。イルカの味は日本では比較的食べられることがあるようですが、固めですが癖がなく食べやすい。少々臭みがあります。茨城県には涸沼、那珂湊、大洗などがありますが、そこでイルカは売っています。茨城県民はイルカうめえから食べっぺ。あとな、赤イカ屋台でよく買って食べんだ。
ゴリラはクソーって怒ってクソを投げているわけではないんです。ゴリラのクソを投げる行動は実は求愛行動なんです。動物園のゴリラゾーンの看板にゴリラはクソを投げてきます。注意してくださいと書いてあるのを見たことがあるかもしれませんね。もしゴリラが糞を投げてきたら、あなたはゴリラに愛されているんです。グルメのあなた、ゴリラはどういう味がするかって？ゴリラは肉が引き締まっており、固めの牛肉に近いです。キリンはどう鳴くのでしょうか？キリンはもーと牛のように鳴くんです。キリンの舌はものすごい長いんです。キリンの舌は40センチもあるんです。キリンはほとんど眠ることはありません。キリンの睡眠時間は20分なんです。しかも深い眠りにつくのはたったの1、2分だけなんです。それじゃあ他の時間は何をしているのかと言いますと、1日に20時間以上も食事をしているんです。キリンはかなりの高血圧なんです。上は252、下は197とかなりの高血圧と言えます。キリンの味はと言いますと、脂にしつこさがない比較的食べやすい肉となっております。アザラシは水中で長い間息を止めていられるんです。普通人間だと長くても1、2分ほどではないでしょうか。一方アザラシはなんと約2時間も水中で息を止めることができるんです。人間とは全然比べ物にならないのです。アザラシの血液量は非常に多く、人間と比べ物にならないぐらい血液の量が多いんです。それにより酸素を多く貯めておけるんです。赤血球には酸素が結びついていますよね。それにより2時間も息を止めることができるんです。アシカとアザラシは非常に似ています。アザラシには耳がありません。アシカには耳があります。アシカは4つの足を使って移動することができます。一方、アザラシは後ろ足を陸上では使うことができません。前足だけで必死に這うようにして移動をするんです。アザラシは後ろ足をうまく使って泳ぎます。一方、アシカは前足で水をかくようにして泳ぎます。アザラシの味ですが、肉の色は濃い黒色をしています。味はクジラに近く、コクがあります。ラクダの背中のコブの中には何が入っているのか。コブの中には水が入っていると思っている人もいるでしょうが、水は入っていません。ラクダのコブには実は脂肪が蓄えられているんです。コブあたり1コブ50キロです。2コブあれば100キロです。砂漠にはご存知の通り食料はあまりありません。もし体の中に脂肪を蓄えていなければすぐに死んでしまいます。しかし、コブに脂肪をいっぱい蓄えているおかげで、食料が見つからなくてもどうにか生きながらえることができるんです。ラクダは何日も水を飲めない状況でも生きていけます。コブの中に水が入っていませんが、ラクダは血液の中に大量の水を蓄えているんです。これで
何日も水を取らなくても生きていけるというわけなんです。ただし、水を飲まない分、おしっこがものすごい濃いです。あなたのおしっこの比ではありません。砂漠でやっと水を見つけたら、ラクダはなんと一度に70リットルから80リットルほど一気に水を飲むことができます。本気を出せば120リットルから130リットルも飲めちゃうんです。ラクダはノロノロと歩くイメージがありますが、実はラクダは速く歩けるんです。ラクダがマジで走ると時速40キロを超えます。原付バイクより速くなります。新聞配達のバイク、郵便局のバイクと同じぐらいの速さだということになりますね。ラクダの肉の味ですが、臭みがないが歯ごたえがあります。赤みが多く、馬の肉に近いです。バイソンとバッファローはどう違うのか。日本人にとってはどちらもアメリカの大草原に生きる大型の牛のイメージですが、正式には種の違うバイソンとバッファローという別の動物なんです。バイソンは現在アメリカ、カナダ、メキシコと一部のヨーロッパで生息している大きな牛の仲間で、頭と背中が大きく盛り上がった姿が特徴です。バイソンはアメリカ大陸に移住してきた人々によって乱獲され、一時は大きく数を減らしてきましたが、多くの人々の協力によって数を増やしています。その頃からバイソンを食用にも活用できないかということで、計画的に飼育する取り組みも行われるようになり、現在ではアメリカ、カナダなどの地域では食用に飼育する農場もあります。バイソンの肉は牛肉と比較して脂肪、コレステロールが低いことが特徴で、しっかりとした食べ応えと筋肉質な肉質で人気の食材なのだそうです。ドッグフードにも使われています。一方のバッファローは正しく日本語解釈すると水牛です。日本人にとっては角がハンコの材料になったり、東南アジアなどで農業の手伝いなどをしてくれる存在としてよく知られていますよね。現在飼育されている水牛のほとんどがアジア地域のもので、一部はヨーロッパです。バッファローは肉として食べるよりもミルクを活用してきました。ヨーロッパでは美味しいモッツァレラチーズが作られています。バッファローの肉は脂質が少なく赤みが多い肉質ですが、バイソンと比べると飼育頭数も多く価格もお手頃なことから、今後さらに広まっていきそうな食材として注目されています。パブロフの犬とは。1902年にパブロフ博士が発見した条件反射の例えです。犬に餌を与えるときに必ずベルを鳴らすようにしたところ、餌がなくてもベルを鳴らすと犬がよだれを垂らすようになるというものなんです。シュレーディンガーの猫とは。1935年にオーストリアの物理学者エルウィン・シュレーディンガーが発表した量子力学のパラドックスを指摘するための思考実験です。実験で箱の中の猫は放射性物質のアルファ崩壊という量子力学的な振る舞いにのみ生死が決定するため、観測者が箱を開けて中を観測しない限り、猫は量子力学のウィグナーらが唱えた確率的解釈により、生きている猫と死んでいる猫が50対50で重ね合わせで存在していることになります。つまり、
箱の中の猫は蓋を開けて観測するまで生きてもいないし死んでもいないことになるんです。オッカムのカミソリとは、わかりやすく言えば物事をシンプルに捉えようという哲学上の思考方法のことで、ある事象を説明するのに A と B という二つの事柄で足りるのに、さらに C という事柄を導入した説明をするのは無駄であるとするものです。別名、ケチの原理とも言われています。余計な説明は省きましょうというものです。ラプラスの悪魔とは、フランスのピエール・シモン・ラプラスが提唱した未来の決定性を論じるときに仮想された超越的存在の概念です。宇宙が始まった時から私たちが何をするのかも次に何をするのかも決まっているというものなんです。チェーホフの10とは、ストーリーの早い段階で物語に導入された要素について、後の段になってからその意味なり重要性を明らかにするという文法の技法なんです。伏線という意味で使われます。チェーホフ自身はワーニャおじさんでこの原理を利用しており、早い段階で一見ありふれた小道具として舞台に持ち込まれた拳銃が劇の終盤に向かうにつれ重要なものとなり、ワーニャは怒りに駆られて拳銃をつかみ犯人を殺そうとします。ダモクレスの剣とは、油断大敵という意味です。栄華の中にも危険が迫っていること。白草の王、ディオニシオスの帝人ダモクレスが王位の幸福を褒めそやしたところ、王が彼を天井から髪の毛一本で剣を吊るした王座に座らせて、王者の身辺には常に危険があることを悟らせたという故事によります。ペンローズの階段とは、ライオネル・ペンローズと息子のロジャー・ペンローズが考案した不可能図形の総称です。メビウスの輪とは、このテープ上に線を引いていくと、いつの間にか裏側にも線が引かれ、最後は元に戻っている。つまり、どっちが表で、どっちが裏かわからない。その形状が科学や工学などに応用されているほか、芸術や文学において題材として取り上げられることもあります。鶏はカルシウムが不足すると自分の卵を食べてしまうんです。鶏は卵を産むとカルシウムを大量に消費してしまいます。カルシウムが不足すると自分が産んだ卵を食べて栄養を補給しようとしてしまいます。養鶏場では餌にカルシウムを混ぜるか、ゴルフボールなどで偽の卵を置いて対策をしています。時々、黄身が2つある卵があります。この卵を羽化させると、双子が生まれるわけではありません。ひよこの本体は、黄身の横にある白い胚と呼ばれる部分なのです。なので、羽化しても1匹しか生まれません。ペリカンが鳩を丸飲みにする悲劇とは、
ペリカンは鳩を丸飲みにすることがあります。実はその後、鳩は酸で溶けることなく暴れ続けてしまうんです。そして消化されることなく共倒れをします。鳩は生命力が強く、羽は酸では溶けないので悲惨なことになってしまいます。卵を産むとハゲる鳥とは、最鳥という鳥がいます。最鳥という鳥は卵を産むと全身の毛が抜けてハゲてしまいます。そしてハゲたメスは恥ずかしいのか巣から出てこなくなります。その間の餌はすべてオスが持ってくることになります。人間の手の温度で魚はやけどをしてしまいます。低温で暮らしている魚にとって人間の温度は高熱で触ると種類によっては粘膜が剥がれやけどをしてしまいます。魚を触るときは水で手を冷やしてから触ってあげましょう。数の子の親、ニシンはおならで仲間に危険を知らせます。ニシンは危険が迫るとおならをブーッとして仲間に逃げろと伝えます。象は鋭い嗅覚を持っているんです。嗅覚が鋭い動物の代表として犬が知られていますが、なんと象の嗅覚は犬の2倍以上もあると考えられています。体が大きくなければ警察犬ならぬ警察象もいたかもしれません。象の鼻の感覚はとても繊細で優れていて、人間が指先で物を触れた時の10倍の感覚を持っています。象はとても頭の良い動物で、鏡を覗いた時にそこに映る姿が自分だと認識することができるのです。ガチョウは番犬の代わりになるかもしれません。にわかには信じがたいですけれども、ガチョウならできるんです。何しろ警戒心がとっても強いガチョウは、知らない人を見かけるとガーガーと大きな声で泣き叫びます。長い首を伸ばして威嚇をし、ついには羽をバタバタと広げながら相手を攻撃する。時には空に舞い上がり、上空から襲ってくるものだから、たとえ相手が鳥といえども、なかなかの威力なのです。実際にガチョウの警備能力の高さは、ローマ時代から知られていたそうで、現在でもウイスキーで有名なバランタイン社で、スコッチウォッチと名付けられたガチョウの警備団が活躍をしています。アヒルとガチョウでは何が違うのか。アヒルの祖先はマガモで、ガチョウの祖先はガンです。体型もマガモとガンからそれぞれ受け継いでいるため、体が小さく上から下まで同じように太いのがアヒルです。体が大きく首が長くてすらりとしているのがガチョウと見分けられます。アヒルとガチョウはくちばしでも見分けられます。アヒルのくちばしはつるりとしていて口角が上がっています。一方、ガチョウのくちばしはギザギザした歯が生えており、くちばしの先が曲がっています。また、ガチョウのくちばしには特徴的なコブがありますが、アヒルにはありません。ガチョウのコブは個体差があり、全くコブがないガチョウもいれば、大きくできるもの、性別でも異なります。
魚にも収穫と聴覚があります。魚は人間と同じように口の上に2つの小さな穴があり、穴を通った水の匂いを感じることができるんです。また、耳は内耳も存在しており、振動で音を察知することができます。魚が口でつついてくる理由は、魚には味を感じるための器官、味蕾が全身に存在しており、全身で味を感じることができるんです。唇にも味蕾が存在しており、つついて味を確かめています。釣りをしていると魚がツンツンするのは味を確かめているからなんです。ちなみにナマズの味蕾は27,000個存在しており、人間の3倍も味に敏感なんです。魚は成長しても鱗の数は増えないんです。魚の鱗は成長するにつれ大きく成長しますが、数が増えることはありません。ちなみに鱗には年輪ができるので、年輪を数えれば魚の年齢を予測することができます。魚には成長の限界がない。魚には人間のような成長抑制遺伝子による限界がありません。長生きすればするほど大きくなる可能性を持っているんです。特に魚は水中の浮力のおかげで大きくなっても体に負担がほとんどかからないため、ありえへんほどに巨大になることがあるんです。魚は眠るのか？魚にはまぶたがなく、寝ていないように思われますが、実際には安全な海藻の中や砂に潜って寝ているんです。海水魚は海水を飲んで水分補給をしています。しかし、淡水魚は水を飲むことはありません。どうやって淡水魚が水分補給をしているのかというと、浸透圧を利用しているんです。淡水魚は川や池に含まれる塩分より体内塩分濃度が高いので、あとは浸透圧で勝手に水分が体に入ってきます。餌を食べることでも水分を補給しているんです。恐怖の金玉を食いちぎる魚とは、アマゾンに高岩杭魚の異名を持つパクという魚がいます。人間のような歯を持ち、人間の金玉を引きちぎります。体長は1メートルにもなり、ピラニアよりも現地で恐れられている存在なんです。トドのつまりのトドとは、トドのつまりという結局はという意味の言葉があります。このトドとはアザラシの仲間のトドではありません。一般的に言う魚のボラです。魚のトドのことなんです。トドは出世魚の最終形態です。最終的にはトドになるようにということで、結果を表すのに使われるようになりました。トドはおぼこ、すばしり、イナ、ボラ、トドの順番で出世していきます。金魚の記憶力とは、金魚は意外と賢く、簡単な記憶なら3ヶ月は保持できるそうです。例えば餌をあげるときに、特定の音楽を必ず鳴らすと、金魚は音楽に反応するようになるそうです。他の動物と同程度の記憶力はあります。金魚には銀魚という種類もいます。1960年代に中国から輸入された銀魚という種類の金魚がいます。綺麗な銀色をしており、市場にはほとんど出回らない
本当に珍しい金魚なんです。グッピーは人間の男女の計算高さがあるんです。グッピーは熱帯魚として飼育するにも簡単で結構人気が高いんです。そのグッピー、実は計算高いんです。グッピーのオスは自分よりモテなさそうなブサイクなグッピーとわざと仲良くし、ブサイクグッピーを引き立て役に使います。グッピーのオスは鮮やかな発色のオスほどイケメンとされ、求愛が優位になります。しかし、イケメン同士が競合すると繁殖率が下がるため、イケメンのオスグッピーはわざとブサイクグッピーとつるむようになるんです。シラスは何の魚なのか。シラスとは稚魚の名称で、様々な種類の魚のことです。シラスとして多く食べられているのがイワシの稚魚です。映画のニモで有名になりましたクマノミはオスからメスになるんです。クマノミはオレンジと白の縞模様の人気の熱帯魚です。この熱帯魚はオスからメスに性転換してしまいます。クマノミは群れの一番大きい個体がメスになり、次に大きい個体がオスになります。他の個体は性別がなく繁殖行動を行いません。メスがなくなってしまうと、オスがメスに性転換し、次に大きい個体がオスになるんです。実は魚類の約 80% は性転換をするんです。魚類の多くがメスからオスに性転換します。オキナワベニハゼという魚は自由自在に両方の性転換をすることができるんです。オス同士で交尾して掘られることがモテ要素になる魚がいます。スリコギモーリという魚はあまりモテないオスはメスの気を引くのにオス同士で交尾をするんです。交尾ができるオスは優秀なオスということで交尾を見せつけることでモテるようになるんです。金魚はフナの品種改良なので野生には存在しません。あの綺麗な色は品種改良によって生み出されたものです。野生では存在しないものなんです。人工的に作られた光る熱帯魚がいます。グロフィッシュと呼ばれる人工的に作られた熱帯魚はまるで蛍光色のように光ります。光る原理は蛍光塗料と同じで光を吸収し放出します。アメリカで販売されており、元は汚水を調べるために作られた研究用の魚でした。購入することも可能です。少し変わった熱帯魚が欲しい人におすすめなんです。最も高い値段がついた熱帯魚とは、アロワナという魚のアルビノのプラチラアロワナは4000万円という値段がつきました。アロワナは古代魚で熱帯魚としては巨大で2000円程度で購入できるものです。しかしアルビノ、色素が分泌されない、さらに目だけは黒いという珍しいもので2万倍の値段がつきました。野生のグッピーが地味な理由とは、オスのグッピーは異性にアピールするため、色とりどりの美しい尾びれを持っていますが、野生の世界では目立ちすぎて食べられてしまうんです。野生のグッピーは身を守るために比較的に地味なんです。回転寿司で回っている縁側の正体とは、全長3メートル、体重300キロのカレイが存在します。
これはオヒョウと呼ばれる種類のカレイで、主な生息地はアラスカで、少数ですが北海道にも生息しています。最初はカレイと同じ小さい魚ですが、毎年10センチほど成長していき、巨大になっていきます。その巨大カレイの縁側が回転寿司に回っている縁側なのです。ヒラメの縁側と確実に書いてある高級回転寿司なら、本物のヒラメの縁側が食べられるかもしれません。日本の朝の朝食でよく食べられているシシャモ。あのシシャモは本当のシシャモじゃないんです。よくパッケージを見ますと、カラフトシシャモと書いてあります。もしくはキャペリンと書いてあります。それかカペリンと書いてあります。そうなんです。ロシアの方で取れるカラフトシシャモ。別名カペリンなんです。ハンバーガーでフィッシュバーガーを頼みましたが、このフィッシュバーガー、フィッシュと言っても魚の名前が書いてないんです。お店によっては様々ですが、間違いなくコスパのいい魚を使っています。コスパのいい白身魚で、美味しい魚の代表格といえば、アメリカナマズ。別名キャットフィッシュです。このキャットフィッシュ、繁殖力がものすごくて、今ではブラックバス、ブルーギルに並んで、日本の在来種の小魚たちを脅かす存在になっているんです。ちなみに、芦ノ湖周辺では、ブラックバス定食が定食屋さん、レストランで簡単に食べられます。ブラックバスはフライとなっておりまして、ソースをかけていただきます。すごく美味しいです。海の上を飛び回る飛び魚。鰹節、イワシ節、中でも高級とされるのが飛び魚節なんです。この飛び魚は水面を時速50キロから70キロで滑走します。1回の滑走する距離は500メートルにもなります。この速度で飛んできた飛び魚を避けることはできません。毎年飛び魚が人に突き刺さる事故が多く発生しています。飛び魚に殺される人も多く存在します。他にも海には危ない魚が存在します。漁に出て魚に突き刺さって死亡という事故が時々起こります。その恐怖の危ない魚とはダツのことなんです。ダツという魚は時速60キロで光るものにめがけて飛んでくる習性があります。さらに刺さると回転する性質があり、傷口が広がっていきます。この魚に刺されて亡くなるケースも結構起こっています。魚の最速は何キロなのか。最も速く泳げる魚はバショウカジキで、時速はなんと110キロにもなります。大きな角のような口と背びれがあり、加速するためのフォルムをしています。カジキマグロも時速100キロものスピードで泳ぐことが可能なんです。ちなみにマグロと名称がついていますが、マグロの仲間ではありません。味がマグロに似ているので、そのような名称になりました。サクラマスとヤマメはもともと同じ魚なんです。海に戻っていくのがサクラマス。川にそのままいるのがヤマメです。人間の副甲状腺はエラが退化したものなんです。人間の首の中にある甲状腺の近くにある副甲状腺は
魚のエラにあたる部分にあります。水中に住んでいた時に、副甲状腺から海水からカルシウムを摂取していました。陸に上がったことでカルシウムを体に溜めておく必要ができました。そこでエラが副甲状腺に変化していき、ホルモンを分泌することでカルシウムを体に溜めておくことに成功しました。人間はエラは必要なくなり退化していったんです。